皆さんこんにちは、海子です。今日もですね、一人車中泊に向かっております。今日は真鶴方面に向かってまして、琴ヶ浜っていうところで車中泊をして、で、明日の朝サップをしてイカを狙ってみようと思ってます。車中泊場所に向かう前に温泉に入ってから行こうと思ってるので、琴ヶ浜近くのですね、温泉に今向かってるとこです。走りながらちょっと雑談でもしますか。一人車中泊の映像の中でこういう感じの映像、頭の後ろからなんか俯瞰して見てるみたいな構図の映像を出してることがあるんですけど、これってどうやって撮ってるんですかっていう質問をちょいちょいもらうことがあって、ちょっとそれに答えてみようかなと思います。これ360度カメラで撮ってます。カメラはインスタ360の 1R っていうのを使っているんですけれど、インスタ360が出している専用の見えない自撮り棒っていうのがあって、それに正しくカメラを取り付けると、自撮り棒を自動でディテクトして映像に映り込まないように処理をしてくれるっていうのがあって、カメラをですね、こういう感じで担いでるみたいな感じで、映してあげるとこういう映像が撮れます。インスタ 360-1R の商品リンクはですね、説明欄につけておいたので、気になった方見てみてください。温泉到着。ここ着く直前の映像ちょっとうまく撮れてないかもしれないんですけど、かなりぐねぐねの道登って上に上がってきました。景色がすごいです。なんかこれいい感じっぽそうだな。これは超楽しみ。アルカリ性イオン温泉。温泉めっちゃ良かった。露天風呂がすごい良かったです。清流が温泉で再現されてるみたいな。お湯はね、無色透明で癖がなくてすごい入りやすい感じで、めっちゃ癒しがすごかった。さてこれからね、車中泊場所の琴ヶ浜に向かいます。ここから10分ちょっとぐらいです。何これ怖っ。てか車来たし。なんか入ってってくれた。パジャマス。今ね、ちょうどこの一番端の場所が空いたんで移動しました。ラッキー。これから車中泊フォーメーション整えていくんですけど、今日はニューアイテムがあります。こちらボンゴ専用のシェード。今までキャラバンのシェードを無理やりつけてたんですね。今回からはボンゴぴったりサイズのやつです。これは横だな。多分これが後ろかな。バーン。こんな感じです。ぴったり。特にこの辺のね、形状がキャラバンとボンゴじゃ全然違ったので、いつもその辺隙間が空いちゃってて、今ぴったりでハマってるのでめっちゃ気持ちいいです。よし、夕飯作り始めます。白米始まった。サラダ切ります。
もりもりのサラダできました。メインの料理はですね、この前伊豆に行った時に鹿肉を産直で見つけたんですけど、その鹿肉とね夏野菜を炒めてみようかなと思います。スライスの状態で売られてたんでこのまま使えます。ちょっと野菜切ります。ズッキーニ、ナス、新玉ねぎが切れました。これさっきの鹿肉なんですけど、これに片栗粉をまぶします。鹿肉じゃなくてもね、別のお肉でも全然作れる料理なんでですね。鍋が温まってきたので鹿肉をね入れます。肉にある程度ね色がついてきたら野菜を入れます。お、いい感じに火通ってきてます。じゃあここで味付けして、酢大さじ1、醤油も大さじ1ぐらいで、最後に蜂蜜をちょろっと入れて、あ、ご飯も炊けた。じゃん、鹿肉の夏野菜炒めができました。今日は鹿肉の夏野菜炒めサラダ米。ちょっと今日はね気温も暑いんで、これ紅芋酢を炭酸で割ってすっきりいただきたいなと思います。乾杯。いただきます。まずじゃん、こちら鹿肉。あ、柔らかい。元気が出るね。ごちそうさまでした。料理してる時火使ってたらこの車内がめっちゃ暑くなってきて、だけどこのねファンをつけながらご飯食べてたらちょっと涼しくなってきたんで元気になってきました。扇風機みたいな使い方してるんですけど、これあれです。PC を冷やす用のファンでゲーミング PC とかについてる的なやつですね。小さいけど結構風も強いしめっちゃ静か。今最強にしてますけど、音するけど全然静かですよね。そう、これ結構いいです。洗剤が少なくなってきたな。食後のお散歩に来てみました。夜釣りしてる人とかがいますね。すごい静かです。一応道路沿いの駐車場になってますけど、ほとんど交通量ないんで、あんまり音とか気にならないと思います。明日はね、ここから出港です。釣れるんでしょうか。今9時半ぐらいなんですけど、もういい具合に眠いので寝ようと思います。で、今日はね、寝袋、これ使おうかなと思って持ってきました。これをね、掛け布団的な感じでかけて寝ようかなと思ってます。じゃーん、こんな鮮やかな、めっちゃ可愛いです。あ、山だね。山と太陽なのかな。ごめんなさい。おはようございます。今5時です。イカをねゲットしに行こうと思います。
実はね、同じタイミングで達夫も車中泊をしに行ってて、千葉の岩井で今、サップ釣りをやってます。で、達夫もね、池を狙ってみるっていうんでね、勝負だ、達夫。とりあえず投げてみよう。釣れるかなー。釣れてください。この琴ヶ浜って来たことはあるんですけど、釣りをするのは初めてで、また結構深いな。どんどん糸が出ていく。なんかね、今結構うねりがあって、ちょっと下見てたらね、酔いそうです。やばい。まだ糸出てるよ。あ、ついた。着底したようだ。達夫はね、昨日もその岩井で釣りしてて、で、昨日はね、でっかいアジが釣れてました。だからね、魚はいるみたいです。次は向こう側に投げてみよう。私はね、エギを投げ続ける。能登島以来全然釣れてないけども。皆さん、ちょっとすみません。ですね、私、ちょっと、船酔いしちゃったみたいですね。気持ち悪い。ということでね、一旦陸に戻ってます。まだね、当たりも何もない状態で戻るのは非常にね、悔しいんですけれども、ちょっとね、海の上で休んでやり過ごそうかなと思ったんですけど、なんかそれで無理して大変なことになったりとかしても嫌なんで、ここは大事をとってね、戻ろうと思います。サップでこんな酔うの初めてだな。なんだろう。そういう日なのかな。次いつイカ釣れるんだろう。本当にもうイカが釣りたいか。でもね、諦めません。イカ釣り自体、今日はね、退散するというだけで、イカ釣り自体は諦めませんからね。もちろん。情けないね。なんか勝負だとか言ってた人おったっけ？さあ、出発の準備が整いました。釣れなかったんでね、魚屋に行こうと思います。魚数商店さん。ここで魚が買えるんでしょうか。すごいですね。この辺りで取れたものなんですか？そうですね。へえ。字って書いてあるのがみんなこの辺のです。なるほど。字って書いてるやつ。どのイカがおすすめですか？お刺身で食べる。焼きたいなと思っているんですけど。スルメでいいじゃないですか。これ2杯で500円。へえ、美味しそう。じゃあそれをもらってみます。焼いて食べる。じゃあ中出しとこうか。肝も欲しいです。はい。じゃあそのままでいいね。はい。他になんかおすすめのやつとかってありますか？アジなんかも今安くて、これか。このアジってお刺身になります？そうです。お刺身用です、基本的には。じゃあこれお刺身でお願いします。一人で食べるんで。じゃあ2本あればいい。たっぷりなら3本。1個でいいと思います。はい。ありがとうございます。130円。はい。じゃあおろしておいてあげますね。はい、お願いします。今日実は芦ノ湖湖畔のですね、キャンプ場に泊まろうと思ってるんですね。これから芦
芦ノ湖方面に向かうんですけど、箱根芦ノ湖といえばエヴァということで、ちょっとエヴァ味のある場所に寄りつつ向かってみようかなと思います。Let's go. Go.